皆さんは、なんとなく危ない気がする。やめた方がいいかなと感じて、結果的に危険を回避したり、大切な人からの連絡が来る予感がしたら、実際に来た、というような経験はありますか？このような出来事は第六感が働いたことによるものかもしれません。あまりピンとこない方もいるかもしれませんが、日常的になんとなくそう思った、ピンときた、というのも、第六感が働いている例とも考えられています。この第六感は、古代の人間の方が発達しており、現代になるにつれ退化していったのではないかという話があります。そして、消化体という部分を鍛えると、第六感を活性化しやすくなると言われています。今回は、第六感とは何か、どのようにして感じることができるのかを紐解いていこうと思います。第六感とは、第六感とは私たちが普段使っている五感である。視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚以外のもので五感を超えるものを指し、物事の本質を直感的に感じ取る心の働きを指します。インスピレーション、感、直感、霊感が類義語として挙げられます。オカルトのような話ではなく、学問としてのジャンルも確立されており、超心理学と呼ばれる分野に分類されます。ではそもそも、超心理学とはどのような学問なのかというと、未だに物理的には説明がつかない、心と物、あるいは心同士の相互作用を科学的な方法で探求する研究分野です。あくまで科学的に考える学問ということがわかります。超心理学の分野の一つとして超感覚的知覚 ESP があり、さらにその ESP の一つが第六感というわけです。第六感の他に超感覚的知覚とされているのは、透視、幽体離脱、予知、念力、テレパシーが挙げられます。超心理学者の研究によると、ほぼ全員がある程度の ESP を持っているそうです。子供の頃は ESP をかなり使用していて、大人になるにつれて能力が抑制されていくと言われています。それはなぜなのかというと、第六感が通常、五感の活動が活発でない時に活性化すると考えられており、大人になるにつれて意識的に五感を使う機会が増えるからだと言われています。さらに現代では情報が多すぎて脳に大きな負荷がかかっているため、第六感が抑制されているのではないかという説もあります。現代人が五感を酷使していることは、近視の人が多いことや、大音量で長時間音楽を聴くことなどにより起こる難聴、加工食品や人工甘味料などの濃い味に慣れた味覚からもわかると思います。現代人ほど五感を日常的に酷使していなかったと考えられる。かつての人類は第六感を活用していたとされています。このように便利な時代になっていくにつれて、処理する情報が多かったり、五感を酷使することにより、第六感を使う機会がなくなってきていると考えられています。第六感を司る遺伝子。生物学者グループが五感以外を司る遺伝子を発見し、その論文を医学専門雑誌に発表しました。発見された遺伝子は、ピエゾ2と名前が付けられています。ピエゾ2を正常な状態で持っている人は、目を閉じてても体がどこにあり、どのような位置なのかがわかり、さらに自分の周辺を歩くことができます。ですが、ピエゾ2に異常がある人は、目隠しをされるとほとんど歩けなくなったり、対象物の場所を確認した後にもう一度それを触れようとしても、どうしてもその位置がわからない状態となるようです。そして、研究の結果、ピエゾ2遺伝子は、人間が五感以外の感覚を機能するのに関係し、機械刺激を司る役割を持っている、という結論に達したとされています。機械的刺激とは、細胞などが体内で常に受け続ける刺激のことです。実験参加者の中にはピエゾ2に変異を持つ人がいましたが、そのような人は非常に稀であり、ほとんどの人は変異のないピエゾ2遺伝子を持っているとされています。つまりほとんどの人間は第五感以外を認識するための遺伝情報を持っているため、第六感を使う素質を持っていると考えられます。第六感と磁気。体内の遺伝情報としては、
ピエゾ2という遺伝子が第六感の素質と関係していることが分かりましたが、自然環境においても第六感と大きく関わっているものがあるという興味深い話があります。それが第六感と磁気との関係です。地球は北極が S 極、南極が N 極という巨大な磁石となっており、地球上の位置に応じて生物は地磁気を感じ取ることができます。例えば、渡り鳥は地球の磁気を感じて、長い距離を正確な方向で旅することができます。また、ミツバチやカメ、サケなど多くの動物が、磁気をナビゲーションとして使い、移動しています。このように生物が五感以外で感知している磁気は、第六感を感じることができる要因の一つだと考えられているのです。では人間はどうなのかというと、同じように人間も他生物と比べわずかではあるようですが、磁気を感じることができるという研究結果がカリフォルニア工科大学から発表されました。この研究を主導したのは、同大学のジョーカー・シュビンク博士で、彼は数年にわたり、人間の磁気的な第六感を研究してきました。彼のチームは、30人以上のボランティアが、地球と同程度の強さを持つ移動磁場にさらされる実験を実施しました。参加者は地球の磁気の変化を再現できる装置の中で、目を閉じて座ります。そして参加者の誰にも知らされない状態で、地球の磁気程度の変化を与えたところ、磁気の向きによって脳波が異なる反応を示しました。そのことから、人間は無意識的に地磁気を感じ取る能力があることが分かったのです。だからといって渡り鳥のように、磁気を活用して正確な位置に移動できるほどの力が、現代の人間にあるわけではないようですが、五感以外の感覚があるということは明らかとなりました。第六感と東洋医学。ここまでは、第六感を科学的に説明することができる研究を中心にお話ししてきましたが、ここからは第六感を活性化する方法について、東洋医学的な考えをもとにお話ししていきたいと思います。東洋医学において、チャクラという言葉が用いられています。これはインドのサンスクリット語で、車輪や回るという意味を持ちます。人間の体には気が通っており、その通り道が主に背骨にあるという考えです。チャクラ自体は目に見えるものではありませんが、主要なチャクラは人体に対して縦に一本線を描くように7種類存在するとされています。7つのうち、第6のチャクラと言われているチャクラが目や脳と深くつながっており、第6のチャクラを開花させることで、第六感が高まるとされています。第6のチャクラは、別名第3の目、サードアイ、とも呼ばれており、脳の分泌器官である、消化体を指すのではないかと言われています。消化体は、眉間に位置する脳内の分泌器官です。松ぼっくりのような形態からその名がついたとされています。グリーンピースほどの大きさの小さな器官で、生物の体内時計を調整して、睡眠パターンを作っています。特に有名なのが、メラトニンやセロトニンというホルモン分泌です。なぜ消化体が第三の目と呼ばれるかというと、諸説はありますが、人間の祖先となる生物はもともと目を3つ持っており、進化の過程で、2つは体の表面に出て直接光を感じ取る器官として発達しました。残りの1つは体内に入り間接的に光を感じ取り、生活リズムを作る役割を果たすようになったとされています。その体内で生活リズムを作るようになった器官が、消化体の起源なのではないかと言われているため、消化体は第三の目と呼ばれているようです。トカゲ類や魚類の一部では、その第三の目は、頭頂眼として、体の表面に出て実際に光を感知する機能を果たしています。一方で人間の消化体は、進化の過程で少しずつ退化してしまったと考えられています。人間の消化体は7歳くらいまではよく発育するものの、青年期になると組織としては退行傾向を示すとされています。成人したあたりで、石灰化物の塊が中に溜まっていき、年齢とともに増加し、脳砂と呼ばれるものになることが多いそうです。そのような消化体ですが、一部では神秘的な存在とされており、活性化すれば第六感が強くなる、とスピリチュアルな領域では広く知られています。
東洋医学ではありませんが、近代哲学の父とも言われるルネ・デカルトは、消化体が肉体と精神を統合する重要な器官であり、魂のありかと定義づけました。まだ消化体の働きが分かっていなかった中世では、すでにデカルトによって消化体の重要性が指摘されていたということになります。こうした第三の目である消化体を開くためには、ヨガや瞑想が有効だとされています。また、第六感が活性化する方法は目に見えて証明されているわけではありません。ですが、先ほどもお話ししたように、現代の生活では五感を酷使しているため、第六感が退化したという話もあります。頭を空っぽにする、また体をリラックス状態にさせることで、インスピレーションや直感が冴えるということは、なんとなく理解しやすいのではないでしょうか。これを科学によった言い方をすると、退化した消化体を活性化することが、第六感を冴えさせることにつながるという話になるかと思います。ヨガや瞑想については、マインドフルネスという言葉でビジネスの場でも話題になっています。マインドフルネスとは、過去の記憶や未来の想像は一旦置いておき、今この瞬間に集中して瞑想することを指し、ストレスが軽減されたり、仕事のパフォーマンスが上がるとされています。企業によっては、勤務時間内にマインドフルネスの時間を取り入れているところもあるようです。情報過多な現代、悩みすぎず現在に集中することは、パフォーマンスを上げるために有効であり、これは第六感の活性化の考え方と通じる話だとも考えられます。またヨガや瞑想以外にも、事故で臨死体験や幽体離脱などを経験した後、第六感が強くなったという人もいます。何らかの影響で、消化体に衝撃があった場合に覚醒することが多いそうです。今回の動画はいかがでしたか？第六感とは、五感以外で感じるインスピレーションや直感のことを指しますが、スピリチュアルな話としてだけではなく、科学的にも解明が進み始めていることが分かりました。遺伝子的に人間は第六感を使う素質を持っていることや、時期を感じ取る力が第六感と関係していそうだということは、とても興味深く、今後も研究がどう進んでいくのか楽しみです。また、東洋医学やスピリチュアルな面でも、消化体がキーとなり、いろいろな第六感の活性化の方法が試されています。昨今はネットを通じて情報が無限に入ってくるため、日々に忙殺されていると、なかなか頭を空っぽにしてリラックスする時間も取れないと思います。インスピレーション力や直感力を高めたい人は、ヨガや瞑想など、リラックスする時間を意識的にとってみてはいかがでしょうか。